これは大学の山岳部に所属していた男性が体験したある山小屋での出来事である。あれは大学3年の夏だった。俺は山岳部の合宿で長野のとある山へ登る計画に参加していた。メンバーは5人。俺を含めた男子3人、女子2人。登山は順調で、予定通り目的地近くの山小屋に到着した。そこは無人の避難小屋で、水も電気もない。けれど薪ストーブと寝袋があれば問題ない。俺たちは疲れた体を休めるべく早めに夕食をとり、夜9時には就寝することにした。だが夜中、突然目が覚めた。時計を見ると午前2時を回っていた。外は風が強く、木々のざわめきがゴーゴーと響いている。寝袋の中でぼんやりしていると、突然コツコツと音が聞こえた。誰かが小屋の外を歩いているような音だった。こんな時間に登山者か。そう思った瞬間、ガラッと小屋の扉が開く音がした。ギーというきしむ音とともに冷たい風が吹き込んできた。俺は寝袋から半身を起こし、入り口の方を見た。誰かが立っていた。でも姿がはっきりしない。逆光で顔が影になっていたのだ。その誰かは無言でゆっくりと中に入ってくる。その時、確かに感じた。何かおかしい。登山者にしては動きが重すぎる。服装も古い。ザックも登山靴もなく、まるで何十年前の山男のようだった。部屋の中は俺たち以外物音一つしない。そいつはストーブの近くで立ち止まり、しばらくじっとしていた。やがて何も言わずに再び出て行った。扉がギーバタンと閉まる。何が起きたのか理解できなかった。朝になり、他のメンバーに夜中誰か小屋に来たよなと聞いた。だが全員が首を振った。何もなかったよ。音もしなかったし、誰も入ってきてないよ。俺は確かに見たんだ。顔の見えない誰かが小屋に入ってきて、ストーブの前で立ち尽くしていた姿を。あれが何だったのか今でもわからない。だけど後で聞いた話では、その山小屋では昔
登山中に遭難して亡くなった男が今でも夜中に帰ってくることがある。そんな噂が地元の古い登山者の間では語られていたそうだ。おしまい。